FX をやっていると一度は考えることが専業になることではないでしょうか。私も FX を始めた当初は専業に憧れていて、専業の人ってどんな手法なんだろう、きっと緻密ですごい手法なんだろうなって思っていました。でも実際に専業になった当初の手法を振り返ってみると、誰でも使えるような手法でした。そこで今回は私が専業となったトレード手法についてお伝えしていきます。私が専業となったトレード手法とは？私が専業になった時のトレード手法は、トレンド中の押し目買いと戻り売り、トレンド転換後の押し目買いと戻り売り、この2つになります。そして当時は、この手法 MA を足して使っていました。専業になったばかりの頃は、今ほど大衆心理を読む精度が高くありませんでした。そのため、MA を加えて、目安となるものを一つ増やした方がトレードがしやすかったのです。ちなみに、MA は SMA2 乗という誰でも知っているような数値を使っていました。そんな理由で MA も使っていたのですが、実際のエントリーポイントは次のチャート画像の黄色丸で売りをするような感じです。このトレード方法を見て、こんなので専業になれるの？って思いましたよね。私も FX で負けていた頃は、専業と聞けば、緻密で計算し尽くされた高度な手法を使っているに違いないって思ってました。でも、実際に自分がなってみると、全然そんなことはなくて、どんな人でも知っているような手法でも大丈夫でした。ちなみに、専業になってからトレード仲間ができたのですが、その人たちもみんなシンプルな手法でした。ほとんどの人が水平線とローソク足だけでトレードをしていました。とはいえ、シンプルであっても私を含めて全員が徹底的に検証と実践経験を積んで自分に合うように作り込んでいました。私の場合はトレンド中の押し目買いや戻り売りなど王道な手法を使いましたが、実際はどんな手法でも専業になれます。FX は自分にさえ合っていればどんな手法でも勝つことができます。それがたとえ負けを引き起こしやすいと言われる難品を使った手法であってもです。だから、今あなたが使っている手法でうまく結果が出ていなくても、自分に合っていると感じているなら、それを使い続けた方がいいです。検証や実践を積み上げていけば、手法がどんどん磨かれていき、それがあなたにとって勝てる武器へ変わる瞬間が訪れます。大切なのは、あれこれと目移りするのではなく、まずは一つを徹底的に磨き上げること。それが、私が実際に専業にたどり着いた時に感じたことです。トレードの時間軸は？私は王道の手法を使って専業になったのですが、この時のトレードの時間軸は15分足のデイトレードでした。まず私の場合、1分足のスキャルピングから入って1000万以上の損失を出しました。そしてそこから4時間足のデイトレードへ変更して勝てるきっかけをつかみました。4時間足のデイトレードである程度勝てるようになったら、次は資金効率を求めて15分足のデイトレードへ変わりました。ここで4時間足の時に比べて 1.4 倍近くまで成績がアップした上に、トレード結果とメンタル面が安定したので、15分足のデイトレードで専業となりました。ちなみにここも手法と同じで、トレードをする時間軸も自分に合ったものならどの時間軸でも大丈夫です。私には15分足が一番合っていたというだけで、私の周りの専業の人たちは4時間足でトレードをする人もいれば、1分足でトレードをする人もいます。とにかく自分がやりやすくて続けられるものであれば、どんな時間軸でも大丈夫なので、自分の感覚を一番に優先してください。もしトレードの時間軸に迷っている場合は、まずは4時間足などの大きな時間軸から試してみるのがおすすめです。大きな時間軸から始めると、時間の流れがゆったりしていて、落ち着いてトレードができるからです。冷静にトレードができれば、余計なことをせずに済むので、それだけ損を防ぐこともできます。逆に短期のトレードから入ると、ポジポジ病やリベンジトレードなどの悪い癖がつきやすいので、遠回りしやすくなります。だからまずは、大きめの時間軸から入って、そこで合わなかったら、徐々に時間軸を縮めていくのがおすすめです。もし、私がやっていた4時間足や15分足のトレードの特徴について詳しく知りたい場合は、これらの動画も参考にしてみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。
実際のトレード例。私が専業になった手法が王道の手法とはいえ、どんな風にトレードをしていたのって思うかもしれません。そこでここでは、私がやっていたトレードの一例を紹介します。まずこの頃は、1時間足で全体の流れを確認するところから始めていました。例えば、この時の1時間足が次のようになっていたとしましょう。全体の流れを見ると上昇トレンドです。よって、買いを狙っていきます。そしてこの時に意識されそうな場所へ水平線を引いていきます。今回の場面なら次のような感じです。ここから水平線の位置までレートが戻ってきて反発をするか、MA で反発をするか、どちらかになったら買いでエントリーを狙っていきます。では、この後の動きを見てみましょう。MA までレートが戻ってきました。ここで反発をするようであれば、エントリーを狙っていきます。では、ローソク足を進めてみます。MA を一旦下へ抜けたのですが、その下にあるサポートラインで反発をして、さらに MA を上へ抜けてきたので、両方が機能していると判断します。そしてここから15分足へ落として値動きを見ていくので、15分足へ変えてみましょう。15分足で見ると、15分の MA も上へ抜けているのでいい感じです。当時の手法は、ここから15分足の MA まで戻ってきて、反発をしてからエントリーをしていました。よって、その形が出るまで待つので、ローソク足を少し進めてみます。15分の MA で反発をしたのですが、陰線になっているので、これだとエントリーはしません。そのため、ローソク足をもう少し進めてみましょう。そのまま上がってしまいました。こうなると直近の高値が近くなるので、ますますエントリーができなくなりました。エントリーを狙うにしても、MA まで戻ってきて反発をしてからです。では、ローソク足を少し進めてみます。今度はレートが MA まで戻ってきて、陽線になって反発をしました。こうなるとエントリーがものすごく近くなったので、ここから5分足へ落として、エントリーポイントを探っていきます。この時の5分足が次のようになっていました。MA の下にレートがいるので、これだとまだエントリーができません。エントリーをするなら、MA を実体で上抜けてからです。ということで、ローソク足を少し進めてみます。ローソク足の実体が MA を上へ抜けました。よって、ここで買いエントリーをします。この時の損切り位置は、直近の安値を下へ抜けた場所のマイナス20ピップスで設定をします。15分足で見ると、次のような感じです。そして利食いは、直近高値のプラス40ピップスで設定します。では、その後の動きを見てみましょう。結構ギリギリで利食いができました。このような感じで MA を使いながらトレードをしていました。では、ついでなので売りの場面も紹介します。例えば、現在の1時間足が次のような状態だったとします。この状態を見ると、強い下落トレンドになっています。この時は売りを狙っていくのですが、買いの時と同じように反転しそうな場所へ水平線を引きます。今回の場面だと、次のような感じでしょうか。そうなると、基本的な売り戦略は、水平線まで戻ってきてから売るか、MA まで戻ってきてから売ることになります。ただ、売りの場合は少し特殊で、この動画で解説をしたのですが、上昇と下落では、レートが動くスピードが違います。そのため売りの場合は、ある程度戻ってきたら、水平線や MA まで届かなくても、15分足以下のチャートを見て売りで入ることもしていました。特に下落の勢いが強い相場では、このトレード方法を使っていました。例えば、この後の動きを見てみると、次のようになりました。レートが戻ってきて、水平線と MA が近づいてきました。こうなったら、まずは15分足へ変えて、現在の状況を見ていきます。15分足だと、MA を上抜けています。そしてここから、この MA を実体で下へ抜けるまで待ちます。では、ローソク足をしばらく進めてみます。15分足でダブルトップを作った上に、陰線になって MA を下へ抜けてきました。こうなったら次は、1分足に落として、エントリーポイントを探っていきます。この時の1分足は次のようになっていました。
1分足で見てもダブルトップを作っていて、MA も下へ抜けているのでいい形です。ここでエントリーをしてもいいのですが、当時は MA まで戻ってきて、そこで反応してからエントリーをしていました。よって、少しローソク足を進めて、その形が出るかを見てみましょう。1分足の MA でほぼ反応した形になったので、この次のローソク足で売りエントリーです。ちなみに、買いの時はエントリーが5分でしたが、売りの時は1分になっているのはなんでって思ったかもしれません。この理由としては、下落の場合、レートが動くスピードが速いので、5分足の確定を待っていると、エントリーし損ねることが多いからです。だから、売る時は1分足でエントリーをしていました。では、話を元へ戻して、売りでエントリーした時の15分足は次のようになっていました。この時の損切り位置は、ダブルトップを上へ抜けた場所のマイナス20ピップスです。利食いに関しては、直近の安値付近のプラス40ピップスです。では、その後の動きを見てみましょう。少し時間はかかりましたが、なんとか利食いとなりました。売りの場合は、レジスタンスラインや MA での反発に加えて、下落の勢いが強い時は、このようなトレードもしていました。専業になった頃の私の手法はこんな感じでした。トレード内容を見ても、かなり普通ですよね。ただし、これはあくまでも一例です。専業になるための手法は、複雑なものでなくても大丈夫であることを伝えるために紹介しただけです。ですから、この手法を真似するのではなく、あなたが今使っている手法をそのまま磨き上げていけば大丈夫です。結局それが一番の近道になります。ちなみに、先ほど軽くお伝えした売りと買いの違いについて詳しく知りたい場合は、この動画も見てみてください。概要欄にリンクを貼っておきます。勝率はどれぐらいだったのか。ここまで専業になった時の手法内容についていろいろとお伝えしてきました。その次に気になるのは、その手法って勝率はどれくらいだったのということだと思います。この時の勝率は確かトータルで見ると 65% ないぐらいだったと思います。特に私の場合、買いと売りで勝率に差があって、買いが 60% くらいで、売りが 70% 以上ありました。買いに関して言えば、多分 60% も切っていたかもしれません。そんなに勝率が低いの？そう思いましたよね。そうなんです。私が専業になった時って、勝率は 60% 弱しかなかったんです。でも、これぐらいでも専業でやっていけました。FX の専業トレーダーと聞くと、勝率が 80% 以上あるはず、みたいなイメージがあると思います。実際に、私も同じようなことを思っていました。でも現実は 60% 弱の勝率でもトータルでそれなりにプラスになれば専業になることはできました。他のトレード仲間に関しては勝率はバラバラでした。専業になった時は勝率が 80% の人もいれば 40% 以下の人もいました。40% 以下だったのを聞いた時は驚いたのですが、その人の場合、損切りをギリギリまで小さくして、利益をとことん大きく取るタイプだったので、勝率は良くなかったと言っていました。その低い勝率でも専業になれたことを聞くと、勝率はもちろん大事なんだけど、その人の性格次第なんだと思いました。例えば、勝率が 80% で専業になった人は、勝率が高くないと嫌だったって言っていたし、勝率が 40% の人は、最初から勝率が悪いことを分かっていた方は負けるのは当たり前だから気持ち的に楽って言っていました。当時の私は高すぎず低すぎず程よい勝率が性格的に合っていたので、このことを思い返すと勝率が 60% 弱でちょうど良かったのかなと思いました。リスクリワードはどれくらい？次にリスクリワードですが、私の場合はリスクが1に対してリワードが2以上でした。例えば、先ほどのトレードの例でも、損切り幅と利食い幅が出てきましたが、損切りがマイナス15ピップスから30ピップスで、利食いがプラス30ピップスから60ピップスといった感じだったと思います。15分足のデイトレードがメインだったので、だいたいこのくらいでした。値幅に差があるのは、トレード通貨によるものです。例えば、当時であれば、ポンド円とポンドドルの値幅が大きかったので、
このあたりの通貨になると、損切りがマイナス30ピップスで、利食いがプラス60ピップスという感じで設定していました。逆にドル円とかユーロドルだと、損切りがマイナス15ピップスから20ピップスで、利食いがプラス30ピップスから40ピップスみたいな感じでした。このぐらいのリスクリワードで勝率が 60% あれば、それなりのプラスになったので、専業としてもなんとかやっていけました。月間のトレード回数はどれくらい？次に、月間のトレード回数ですが、だいたい30回から40回ぐらいだったと思います。当時は、ドル円、ユーロ円、ポンド円、ポンドドル、ユーロドル、この5通貨でトレードをしていて、1通貨あたり6回から8回ぐらいだったと思います。もちろん、毎月必ずこの回数になることはなくて、レンジ相場に入ったりするとトレード回数は減りました。逆にトレンド相場になると、一気にトレード回数も増えて、大変だった記憶があります。月間の成績はどれくらいだった？次に、月間の成績に関してですが、これは平均して300ピップスは超えてました。例えば、ここまでお伝えした勝率やトレード回数、リスクリワードを考慮して計算してみます。まず、月間のトレード回数が全部で30回あったとします。ここに勝率 60% を掛け合わせると、30回トレードをして18勝12敗になりますよね。そして、損切りがマイナス15ピップスで、利食いがプラス30ピップスとすると、勝ちトレードがプラス540ピップスで、負けトレードがマイナス180ピップスとなるので、合計でプラス360ピップスとなります。今思い返しても、だいたいこのくらいだったと思います。ただ、相場状況によって、成績が結構変わることも多かったです。例えば、レンジ相場になって、トレードチャンスが少なくなったり、うまく相場と噛み合わなくて負けが続くと、250ピップスぐらいまで落ちました。逆にトレンド相場になってトレードチャンスが増えれば、プラス700ピップスとか取れていました。こういうのをすべてひっくるめて、平均で300ピップスは超えていた感じです。ただ、月間成績の上下のブレが結構大きいと、マイナスになる月はなかったとしても、専業当初は精神的にちょっと来るものがありました。ロット数はどのくらいだった？最後にロットですが、専業になった時は20万通貨でした。今思い返すと、だいぶ少ないと思います。なんでこんなに少なかったのかというと、確か専業になる1ヶ月ぐらい前に、3ヶ月ぐらい連続して、月間400ピップスを超えたんです。だから、20万通貨だと、月間で80万以上の利益が3ヶ月続いたことになります。これでちょっと調子に乗っちゃって、自分の生活費は1ヶ月15万ぐらいだし、これなら全然余裕でしょ、なんて思って、その後に仕事を辞めたんですよね。それで実際に専業になると、250ピップスとかになる月も出てくるわけです。こうなると、先月は80万以上の利益だったのが、次の月は50万とかになると、大丈夫なのは分かっていても、やっぱりちょっと不安でした。しかも、会社員としてのお給料もなくなったので、なおさら不安になっていました。一応、専業になってからも少しずつロットを上げていったので、なんとかなったから良かったですけど、今思い返せば、最低でも30万通貨になってから専業になった方が良かったと思います。周りの専業だった人たちも、だいたい30万から50万通貨くらいになったら専業になったって言ってましたし、今だからこそ、あの時専業になって良かったって思いますけど、当時は急にお給料がなくなったので、成績が少し落ちた月は、仕事を辞めなきゃよかったかな、なんて思うこともありましたからね。そもそもの話、兼業でトレードをしながら30万から50万は稼げていたわけなので、無理に辞める必要もなかった状況でもありましたから。だから、もしあなたが専業を目指すなら、今のお給料の3倍から5倍ぐらいを安定して稼げるようになってからの方がいいです。もしくは他の副業で、今のお給料分を稼げるぐらいになってからなどですね。仕事にそこまで不満がなければ、辞めないで続けるのがベストだと私は思います。まとめ。今回は、私が専業となった手法から、専業時の勝率や成績などをお伝えしてきました。トレード手法自体は普通の手法でしたよね。そんな普通の手法でも、トータルである程度プラスになれば、専業になることは可能です。だからといって、
すぐに専業になろうとはせずに、まずは焦らずに、今できることを積み重ねて、実力と自信をつけることが一番の近道です。それではまた次回の動画でお会いしましょう。役に立ったと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。